アブー・フレイラー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承です。私は、アフル・アッサフはモスクの軒先に住んでいた困窮した教友たちの70人を見たことがありますが、彼らの中に上着、リダーウを羽織っている者は一人もいませんでした。彼らは腰布をイザールか、あるいは、粗末な街灯、キサーウを身につけているだけで、それを首のところで結んでいました。その布の丈は、あるものはふくらはぎの半ばまで、あるものはくるぶしまで届く程度のものでした。布が短かったため、彼らは自分の皮膚が他人から見えてしまうのを嫌い、手で布をかき集めるようにして、押さえていたのです。サヒーフ・アルブハーリー第442番。ハディースの解説、アフル・アッサフは、サクフの民の生活と献身。アフル・アッサフはサクフの民とは、マッカの家や財産をすべて捨て、最愛の故郷を離れてマディーナへと移住、ヒジュラしてきた。貧しいムハージルーン、移住者の教友たちのことです。彼らは70人以上おり、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれのモスクの最後部にある、屋根のついた日よけのような場所、サクファで寝起きしていました。自身もその一人であったアブー・フレイラ、アッラーが彼を喜ばれますようには、彼らが夏も冬も身につけていた衣服について、次のように語っています。衣服の極端な不足。彼らの中に、上着、リダーウを羽織っている者は一人もいなかった。あるのは腰布をイザールか、あるいは、粗末な街灯、キサーウだけであった。通常、上着、リダーウを着るには、その下に腰布、イザールを巻く必要があります。この二つが揃ったものは、今日でいう、スーツや、当時は、フッラと呼ばれた清掃にあたります。しかし、アブー・フレイラが述べているのは、彼らにはそのような余裕はなく、上下を一枚で覆う。今日でいう短いシーツのような布一枚しかなかったということです。着こなしの苦労。彼らはそれを首のところで結んでいた。布の大きさが足りず、服の形に仕立てて着ることができなかったため、幼い子供が布を首に巻きつけるようにして、端を首元で結んで垂らしていました。丈の短さと慎み深さ。その丈は、あるものはふくらはぎの半ばまでしか届かず、くるぶし、カーブまでは達しなかった。また、くるぶしまで届くものであっても、皮膚、アウラーが見えてしまうのを嫌い、手で布をかき集めていた。これは、特に礼拝、サラーの中で、お辞儀、ルクーや気配、サジダをする際に、布の隙間から肌が露出してしまわないよう、必死に布を手繰り寄せ、手で押さえていた様子を表しています。結論、彼らの製品と高潔さ。これが多くの教友、サハーバたちの実態でした。彼らは貧困と欠乏の中にありながら、決して現世の享楽や飾りに心を奪われることはありませんでした。後にイスラムが広まり、富がもたらされた時でさえ、彼らは現世に執着することなく、アッラーに召されるまで、その満ち足りた心、カナーと製品、ズハドを貫き通したのです。